お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して、編み物の時間を一緒に楽しみましょう。こういう向きに編んでいくパターンです。置いてあるんですけど、これはすごいお得だと思って迷います。編み風合いが違うのは面白いなと思います。今日は夏恒例のマーケットに今年も参戦してきたので、購入品紹介と買ってきた糸で早速何を編むか計画を少し立ててみたりしたので、そんなお話をしようと思っています。よろしければお付き合いください。それでは始まります。まずはいつも通り今日編んでいるもののご紹介をちょっとだけしようと思っているんですけど、今日はこちら、前回の編み会で購入品紹介したこちらの2つのチャッピーヤーンさんの糸、アバカコットンっていう糸なんですけど、その糸の藍色のカササギっていう色とトウファジクっていうこの2色を使って、こちらのマリーゴールドティーというウィンターズウェザーニッツさんっていうデザイナーさんのパターンのサマーティーを編んでいるところです。これ編みたいっていう話前回の編み会でしてるんですけど、これ今どんな状態かというと、こういう感じになっていて、これは今袖から身ごろが少し進んできたところっていう感じなんですね。こういう向きに編んでいくパターンです。これサイドウェイっていう編み方なんですけど、ウエアでこういう進め方で編むの初めてだったので、すごい新鮮なんですけど、ちょっと苦戦してます。何が苦戦してるかというと、一般的なトップダウンのパターンだったら、こう上から下にどんどん編んでいく中で、着丈って自由に調整できると思うんですけど、このサイドウェイの場合は、こう袖から編んでいって、ここの時点でもう着丈の長さを決めないといけないんですね。で、なので、それを調整するのが難しくて、あとは、私普段ゲージ取るときに、段数はそこまで気にしてなくて、どちらかというと、目数の方を重視してゲージを取ってるんですけど、このサイドウェイの場合は、段数がこの身幅のサイズにつながってくるので、結構段数も重要なんですね。なので、そのゲージをきちんと取るっていうのがちょっと苦戦したポイントかなと思いました。もうね、何度かほどいて編み直してるんですけど、ちょっともうこの時点でもしかしたらサイズのチョイスをミスったかなって思ってるんですよね。完成して、もしかしたらピチピチで切れないかもしれないと思いながらも、もうほどいて編み直したくないなと思って、もういいやと進んでるところです。まあでも、プロセス自体は新鮮味があってすごく面白く進められています。で、このチャッピーヤーンさんの糸なんですけど、化成の状態ですでに夏のウェア向きのカサッとしたシャリ感のある手触りなんですけど、編んでみてもやっぱりこれは夏に着るウェアにすごいいいなと思いました。結構張りがある感じなんですけど、何度か編んだりほどいたりしてるうちに少し柔らかくなってきたなと思ったので、多分ウェアにして何度か着るうちにだんだん柔らかく肌に馴染んでくるんじゃないかなっていう感じに思っています。ち
ちなみに今、チャッピーヤーンさんではカルを開催中で、チャッピーヤーンさんが今、旅をテーマにしたコレクションを順次リリースしているところなんですけど、それに合わせてカルが開催されています。なので私も今回購入したこの台湾コレクションの糸で、カルに参加するようでこちらを編んでいるっていう感じです。はい。ということで今日のトークテーマ、夏恒例のあのマーケットで買ってきたものの紹介なんですが、あのマーケット、もうピンと来ている方もいらっしゃるかと思うんですが、丸安ケイトさんの丸安夏市に行ってきました。私は去年初めて参加して、その時も動画にまとめているんですけど、本当は去年の冬市の方にも行きたかったんですけど、その前回夏市で購入した糸が全然消費できてなかったので、冬市の方は断腸の思いで我慢したっていう感じだったんですけど、前回買った分が消費できたから今年の夏市参戦というわけではないんですけど、まだ全然残ってるんですけど、ちょくちょく使ってはいっていて、その中で、こういう毛糸もあったら欲しいなっていうのが出てきているので、思い描いてる欲しい糸があればいいなという感じで、今年の夏市に参加してきました。私、工業誌にどっぷりハマってしまって、なんでだろうなと考えてみたんですけど、結構私集中力が続かないタイプで、手編み用の糸だと何度も糸継ぎしないといけなくて、そのタイミングで結構集中力が途切れちゃうんですよね。なので、工業紙の場合は、その糸継ぎの作業がないっていうだけで、すごい集中する時間が長く保ててるなっていうことに最近気づいたんですよね。なので、工業紙にハマってるのかなって思うんですよね。工業紙の糸市は行ってみないとどんなのがあるかわかんないっていうのも宝探し感覚で癖になるなと思っています。今回別の動画でいただいたコメントで、ヤギさんの紹介動画を見て今年の夏市に参加したっていうコメントをちらほらいただいていて、すごい嬉しかったです。人だかりの中にその方がいたんだなと思うと、ちょっと感慨深いですね。今年の夏市はですね、昨年に増してすっごい真夏日だったんですけど、にもかかわらず、ほんと大盛況で、去年より人がいたような気がしますね。ちょっと前置きが長くなっちゃったかなと思うんですけど、では購入品紹介をしていきたいと思います。こちらにさっきから写っているこちらと、あとこのテーブルに載せきれなかったので残りはここに置いてあるんですけど、全部で15個のコーンを買ってしまいました。今回は行く前に考えていたのは、前回購入した分がやっぱり全部使い切れてはないので、買っても4つか5つぐらいにしておこうかなっていう風に思ってたんですよね。なのにこんなにいっぱい気づいたら買ってしまっていました。今回は結構冬糸が多かった気がするんですよね。あと使いやすそうな色味のものも多いなぁと思いました。手に取った毛糸が結構いい素材のものが多かったかなと思いました。なので気づいたらこんな量になってしまっていました。ということで、一つずつご紹介していこうと思います。今回もコーンの内側についているラベルと、あとその場で店員さんに聞いた情報だけなので、糸の詳細については結構曖昧な部分が
多かったりするんですけど、そこら辺はご容赦ください。色の系統別で紹介していこうかなと思います。前回は結構派手めな色のものとか異素材な感じの糸に興味を惹かれて、そういう系をいろいろ買ってたんですけど、今回はその前回のお買い物を踏まえて、より実際に着用するイメージで選んでいったので、普段よく着る色合いの黒系、茶系とかの暗めの色が多くなったかなと思います。あと、丸安ケイトさんが立ち上げたテアミートのブランドの60っていう方で扱ってる糸も手に入ったので、それもすごい嬉しかったです。ということで、色の系統別でご紹介していこうかなと思うんですけど、15本中、黒っぽい糸が5本、あと、ライトグレーとか白っぽい糸が3本、茶系が4本、赤系が2本、青系が1本っていう感じのお買い物になっていました。まず黒系の5本なんですけど、1つ目がアートスイートバルーンってラベルに書いてあったこちらの糸なんですけど、ラベルの情報からだと、あと番手っぽい数字が書いてあって、それが2/50だったので、おそらく25番手ぐらいのすっごい細い糸だと思うんですけど、丸安ケイトさんのウェブサイトを見てると、バルーンって商品名に付けられているものが多くて、それと素材が近いんじゃないかなと思うんですけど、それを参考にすると、メリノウール 70%、アルキアクリル 30% っていう素材の糸なのかなと思います。少しモケモケした起毛感があって、色はマットな黒って感じですね。3本取りにしてもまだまだ細い感じなので、何かと引き揃えて使うっていう感じですかね。続いて黒系の2つ目がこちらなんですけど、これもラベルからの情報によると、マグノリアっていう名前が付けられている糸のようですね。で、番手が 1/4.2 なので、4.2 番手ぐらい。中細ぐらいですね。で、調べたところによると、このマグノリアという糸は、素材が 51% コットン、49% リネンということなので、これは夏糸ですね。スラブヤーンっていうのかな。ちょっと糸の太さに揺らぎがある感じになっています。で、リネンが入っているからなのか、少しツヤっとした感じがありますね。でも柔らかいです。これは中細程度の糸なので、1本でももしかしたら使えるのかもしれないなと思っています。割と夏用のウェアとかだと中細程度の太さの糸で作られてるパターンも多いので、使い道がいろいろ探せるんじゃないかなと思っている糸です。続いて黒系の3つ目がこちらの糸で、これもラベルによるとアリュールという名前の糸みたいです。番手が 2/48 と書いてあるので、多分24番手ぐらいっていう、これもかなり細い糸ですね。で、これは店員さんにその場で聞いたんですけど、なんかカシミヤが入ってるっぽいです。カシミヤ混で、その他の素材はちょっと不明なんですけど、なので、すごい手触りが柔らかくて、ちょっとツヤっとした感じがありますね。色味は真っ黒ではなくて、濃いめのグレーっていう感じですね。これも相当細い糸なので、3本取りにしてもまだまだ細くて、何か太めの糸と引き揃えて使うっていう感じに考えています。これで重さが 940g、1kg ないぐらいなので、かなり量があると思います。
ちなみに今回の夏市では前回より物価高の影響かちょっと値上がりしてました。確か前回はキロあたり2000円ぐらいだったと思うんですけど、今回はキロあたり3000円っていう感じに値上がりしてました。それでも全然お得ではあるんですけどね。はい、ちょっと脱線しましたが、黒系の4本目はこちらです。マリアミックスという、こちらもラベルからの情報によると、マリアミックスという名前の糸みたいです。これは、私、以前、夏市ではなくて、603の方で手編み用として売られてる、もっと少量のものを買ったことがあって、それと同じ糸が今回は夏市で売られてたっていう感じだったので、どういう感じの糸かもう知ってたので、これはすごいお得だと思って迷わず購入した感じです。これが番手が 1/5.2 ってことで 5.2 番手ぐらいなので、ライトフィンガリングくらいの結構細い糸なんですけど、シルクモヘアみたいな極細の糸3本引き揃えた感じの構造になっている糸で、これが 52% アルパカ、36% ナイロン、12% ウールという素材なので、アルパカが半分ぐらい入ってるので、結構モケモケ起毛感がある糸で、すごい柔らかい質感の糸です。はい。で、黒系の最後5本目の糸がこちらの糸で、これもラベルによるとアルマンダっていう風に書かれていました。これは見ての通り、ウークレヤーンっていうループ状になったすごい可愛らしい感じの糸なんですけど、番手が 1/8 なので、8番手っていうことで、レースウェイトぐらいなのかな。でも、ループヤーンでモケモケしてるので、多分編んでみたらもう少しゲージ的には太めの感じになるんじゃないかなと思ってるんですけど、これは店員さんに聞いた情報によると、アルパカが入ってるそうです。アルパカと何か他の素材とのミックスで、他の素材は詳細が不明なんですけど、これもすごい柔らかくて気持ちいい手触りの糸です。この糸はナバホ寄りにして3本取りで単体で使っても面白そうだし、何かと引き揃えても面白い質感が出せるんじゃないかなと思っている糸です。色味的には白っぽい繊維も混ざっているので、メランジ調というか面白い風合いの糸ですね。続きまして、白とかライトグレーみたいな薄色の糸を3本購入してるんですが、1つ目がこちらのウールモールです。これはラベルがなかったので店員さんに聞いてみたんですけど、ウール素材のモールヤーンなんだそうです。なので名前は適当にウールモールって呼びました。ラベルがないので番手とかその他の情報一切わかんない感じなんですけど、見た感じは黒っぽい芯糸に対して白っぽい繊維が絡みつけてあるっていうモールヤーンですね。この糸はその場で店員さんに店員さんの個人的なおすすめなんですかって聞いたんですけど、その時におすすめされた糸なので購入してみたっていう感じです。これは全然何に使うか未定です。続いて2本目がこちらです。ラベルにはラップトップって書いてありました。これも店員さんに聞いたんですけど、コットンの糸ですね。なんかこうタコ糸っぽい質感のガサッとした感じなんですけど、素材以外の情報これもわかんない糸なんですけど、パッと見た太さ的には中細からスポーツウェイトぐらいの太さなんじゃないかなっていう糸です。これは
あんまりできてないんですけど、私、マクラメもちょっと興味があって、やってみたいなと思っているので、マクラメにちょうどいいんじゃないかなと思ってこの糸を購入してみました。でも、かぎ針編みでバッグとか作っても可愛いかもしれないですよね。3本目がこちらのアートスイートバルーンっていう、さっき黒系でも買っていた同じ糸の色違いですね。こっちはもう本当に薄い感じのグレー。すごい微妙な色合いの糸ですね、これ。グレーとパープルの間ぐらいの薄い色合いです。パッと見た時にこの色味がすごい素敵だなと思って、これも迷わず購入した感じですね。で、さっきも言った通り、すごい細い25番手の糸ってことなので、これも3本取りにしても、まだまだ細いので、何かと引き揃えたりして使いたいなと思っています。白、グレー系の糸は以上です。続いて茶系の4本ご紹介したいと思います。まず1つ目は、ラベルにマニエラと書いてあるこちらの糸です。ラベルによると番手が 2/27 ということなので、手編み用のシルクモヘアぐらいのレースウェイトぐらいの太さの糸かなと思うんですけど、店員さんに聞いた情報によると、カシミヤとシルクかコットンとの混紡っていう感じの糸らしいです。なので、すごい柔らかくて、ちょっとツヤ感もあるっていう糸ですね。ふわふわした起毛感もあって、なんか、これで何か編むと高級感が出そうな感じだなぁと勝手に思っています。色もすごいいい色ですよね。キャメルブラウンみたいな。黄身の強めの柔らかい茶色です。はい。で、茶系の2本目がこちらです。これもラベルによると、ピルキャラツイードなのかな。ちょっと読み方があやふやですが、っていう商品名が書かれていた糸で、番手が 1.6 番手ということで、夏市では初めてぐらいに出会った手編み糸のアランウェイトぐらいの太糸ですね。これ店員さんに聞いたところ、ウール 100% の糸っていうことです。すごいニュアンスがあって、こういうのヘザーっていうのかな。全体的に見ると茶系の色合いなんですけど、その中に黒とか白とか茶色っぽい色とかが全体に混ざり合ったような風合いの糸です。この糸はもう1本取りで手編み用の糸と同じ感覚で編めるので、早速何か編みたいなとワクワクしています。続いて茶系の3本目がこちらです。デリラとラベルに書かれている糸なんですが、番手が 1/19 ってことなので、これもかなり細い糸ですね。で、これは店員さんに聞くところによると、アルパカが混ざってる糸っていうことです。シルクモヘアみたいなモケモケした素材感の糸なので、これも何かと引き揃えてふわふわした風合いを出すのに使えるんじゃないかなと思っている糸です。色合いが段染めだと思うんですけど、茶系の色でいろんな色が混じり合った感じの段染めのモヘアみたいな感じの糸ですね。これは前回夏市で購入してきた、すごいでっかいコーンで購入した緑系の段染めのモヘアがあったんですけど、それに近い感じですね。あれもスワッチを編んでみるとすごいいい色合いだったので、この糸もなんか単色の糸と引き揃えるといい雰囲気が出せるんじゃないかなと思っています。続いて茶系の最後4本目がこちらのマリボミックスという糸です。これもですね、私手編み用の糸として購入した色違いのものを1個持っていて、あ、これと一緒だと思って
迷わず購入した感じの糸なんですけど、これが番手が 2.7 番手ということなので、だいたいスポーツウェイトとか DK に近い感じの太さの糸ですね。で素材が 65% アルパカ、19% ナイロン、16% ウールっていう素材になっています。これもテアミートのような感覚で1本取りで編めそうな糸なので、早速何かパターンを見つけてキャストオンしたいなと思っている糸です。茶系の糸がこの4本です。続いて、その他のちょっと色味がついた糸、まとめて3本ご紹介しようと思うんですが、1つ目はこちらのラベルにプラチナと書いてあるモヘアの糸ですね。これは店員さんに聞いたところによると、キットモヘアなんだそうです。なのですごいお買い得だよって言われて、そうなんだと思って、すかさず手に取った糸だったんですけど、後で調べてみると、65% モヘア、25% ナイロン、5% ウールっていう感じの素材みたいですね。これは番手わかんないんですけど、かなり細いですね。丸安菜ついて買ってきたモヘアの糸、基本的にすごい細くて、12番手とかが多かったんですけど、それよりももっと細い感じがします。絡みついてるモヘアは、均一じゃなくてちょっと揺らぎがある感じでついているので、これも何かと引き揃えたりしたら面白い感じが出せるんじゃないかなと思っています。色はすごい綺麗なワインレッドというかバーガンディみたいな色なんですけど、こういう色あんまり使ったことがないので、ちょっとどういう風に使うか迷いそうですけど、このコーンが 750g あるので、かなりいろんなものが編めそうです。はい。そして、2本目がこちらです。これは多分、さっきもお話しした、以前夏市で購入した緑系の段染めのモヘアの仲間なんじゃないかなと思うんですけど、ラベルには F1434 っていう型番みたいな表記しかなかったんですけど、以前買った緑系の段染めのモヘアにもラベルに F1386 っていう風に書いてあったので、同じ系統なのかなと思っています。だとしたら、だいたい番手は13番手ぐらいなのかなと思うんですけど、これも段染めでパープル系の微妙な色合いで作られた段染めっていう感じですね。はい、そして、最後がこちらの糸です。ラベルにはボワールって書いてあります。これも店員さんに聞いたところによると、ウールの素材の糸なんだそうで、番手は 2/16、だいたい8番手くらいなので、これも手編み用のモヘアによくあるくらいの細さなのかなと思います。色味はなんかグレーというか、ブルーグレーみたいな、ちょっとくすんだ感じの水色っていう感じで、メランジ調ですね。白とくすんだ水色が混ざり合ったような色味の、使い勝手の良さそうな色合いの糸です。はい、ということでここまで丸安夏市で購入してきたコーン巻きの毛糸をつらつらとご紹介してきたんですけれども、今回は手編み用の糸くらい太めで何かと引き揃えたりしなくても単体で編めそうな糸もいくつか購入していたので、その糸についてどんなパターン編もうかなと計画を少し立ててみたりしたので、そのお話をしてみようかなと思うんですけど、編むパターンの計画を立てたのがこちらの3本ですね。これがマリボミックスっていう603で購入できる手編み用になっている糸ですね。で、これも603の手編み用の糸になっている糸で、これがマリアミックスっていう糸ですね。で、これは手編み用にはなってないと思うんですけど、
かなり太いアランウェイトぐらいのこういう糸。手編み用と同じ感覚で使えそうなこの糸。この3つについてどんなものを編もうかなっていう計画を立てました。まずはじゃあ、このツイードの、これなんだっけ、キルカンラツイードっていうちょっと読み方が曖昧になってしまうんですけど、これが 1.6 番手ということで、だいたいアランウェイトぐらいの太さの糸なんですよね。これは、ちょっとスワッチを編んでみたんですけど、それがこんな感じになりました。カノコ編みのスワッチなんですけど、どんなものを編もうかなっていうので探して、この本、この、三國真理子さんの編み物ワードローブっていう本の中に掲載されている、ちょっと表紙には載ってないかな？載ってないんですけど、アランのカーディガン。アラン模様が結構ゴージャスに入ったカーディガンを編みたいなと思って、そのパターンの基本の大部分を占めてるこのカノコ編みでスワッチを作ってみました。こんな感じですごいいいですよね。この本はかなり以前に購入したものなんですけど、まだ1着も編めてなくて、なぜかというと自分サイズに合わせる必要があって、まだそこまでの技術がない時に買ってしまった本なので、1着も編めずに写真集みたいな感じになっちゃってるんですけど、そのアランのカーディガンと、このベストとか、こんなカーディガン、この3つを編みたいなと思って買ったものです。で、アランのカーディガンは、指定糸がパピーのブリティッシュエロイカなんですね。この糸は、そのブリティッシュエロイカとかなり近い感じかなと思ったので、スワッチを編んでみたんですけど、やっぱり期待通り似た感じなので、これはアランのカーディガンにぴったりなんじゃないかなと思って、早速編みたいなと思っています。サイズ調整必須なんですけど、とりあえず指定通りに編んで、小さく仕上がって自分で着れなさそうだったら、誰かにプレゼントしてもいいかなっていう感じで、もう早速キャストオンしたいなという気持ちが盛り上がっています。はい。そして次に、こちら、マリボミックスという糸です。これはですね、うちに色違いの603で手編み用として売られていた、この色も持ってるんですけど、すごいいい色味ですよね、こっちも。この糸は、東京ヤーンクロールのカルに参加して、抽選で当たっていただいた糸なんですよ。なので1個しかないんですね。1個しかないので、何編もうかなと、全然思いつかなくて、何もできてないんですけど、今回そのマリボミックスのこんなでっかいコーンを見つけて、これだったらいろんなものが編めるなと思って購入したっていう感じです。あとスペックが詳しくわかるのもいいなと思って迷わずに購入しました。これが太さがこんな感じで結構、なんていうか、芯の糸は中細よりちょっと細いぐらいの感じなんですけど、周りにこうモケモケっと繊維が絡ませてあってボリュームがあるので、なので、芯糸は細いんですけど、多分編むともうちょっと太めの仕上がりになるんじゃないかなと思って、だいたいスポーツウェイトくらいかなと予想して、ゲージを編んでみたのがこんな感じです。すごいモコモコして可愛いですよね。こんな感じです。で、この手編み用として売られている本に一応詳細が載ってはいるんですけど、標準ゲージ書いてないんですね。なので、
でもまあ、40g108m っていうこの糸量から見ると、だいたいスポーツウェイト程度だったので、それを目安に最初ゲージ20名前後くらいの範囲に入る手持ちのパターンを探ってみたんですね。それで、このフンガスセーターっていうのがだいたいそれくらいだったので、これが編めるかなと思ってスワッチを編んでみたんですけど、編んでみるともっと太めになりそうな感じ。だいたいウーステッドくらいのゲージの感じに出たんですね。多分アルパカが比重が軽いので、番手で換算した太さよりも太いんだと思います。という感じで、改めて、あ、これウーステッドぐらいだわと思って、そのあたりのパターンを探し直したんですけど、その中で見つけたのが、このベルリンスカーフっていうスザンヌ・メラーさんのデザインしたパターンと、あとフェリックス・プルオーバーっていうエイミー・クリストファーさんっていうデザイナーさんのパターン。この2つがいいんじゃないかなと思いました。ベルリンスカーフは今年の初めにこの1年で編みたいものの計画っていうこの動画でご紹介していたパターンで、実はこのパターンに合う糸ずっと探してたんですよ。在庫糸の中で、その当時在庫糸の中でこれいいかなと思って編んでみたスワッチが軒並みなんか違うってなっていて、新たに糸探しをして、だるまさんのギークとかがいいかなとかいろいろ検討してたんですけど、いまいち決めきれずにずっと来ていたものだったんですけど、編んでみたスワッチのゲージがこのパターンとぴったりだったんですね。あと質感もすごいベルリンスカーフのモコモコした感じ出せるなと思って、この糸で編もうと思っています。で、多分ベルリンスカーフを一つ編んでもまだ全然ウェア一着編めるぐらいの糸量残りそうだなと思ったので、さらに探して見つけたのがフェリックス・プルオーバーなんですけど、ラグラン線のところが透かし編みになっている以外はすごいシンプルな感じのプルオーバー、メリヤス編みのプルオーバーなんですけど、モコモコしているので模様編みのところはちょっと埋もれそうな気もするんですけど、このぐらいシンプルな編み地のウェアがこの糸には合うんじゃないかなと思って、このパターンを候補にしてみました。っていうマリボミックスの計画はそんな感じですね。で、最後がこのマリアミックスという糸です。これも在庫糸の中で色違いのものを一つ持っていたんですけど、これです。603で購入したマリアミックス。アルパカとウールとナイロンの混紡の糸なんですけど、このマリボミックスもアルパカメインの糸なんですけど、スワッチを見てみるとだいぶ違うんですよね。ちょっと画面では分かりづらいかもしれないけど、マリボミックスはすごいモコモコした感じで、こっちのマリアミックスの方はくたっとしてふわふわした感じですね。単純に糸の太さの違いで出ている風合いの違いっていうのもあるとは思うんですけど、こっちは芯糸にこう絡みつけてある構造なのに対して、こっちは細いレースウェイトぐらいの糸を3本引き揃えにしてるっていう構造の違いもあるのかなと思います。アルパカの比率がこっちのマリアミックスの方が若干多いっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。けど大体同じ素材の感じなのにこんなに風合いが違うのは面白いなと思いました。はい、ということでちょっと脱線したんですけど、この以前購入したブルー系の方はショールを編んだんですね。で、その時2本取りで編んだんですよ。その2本取りで編んだ感じのなんか厚みとかが
気に入ってたので、この糸も、1本取りでもライトフィンガリングくらいなので、編めることは編めると思うんですけど、2本取りでスワッチを編んでみました。これ本当にプルオーバーとかにしたらちょうど良さそうな厚みですね。で、この編んでみたスワッチが2本取りで US6 号で編んだんですけど、ゲージが 16.5 目になったんですね。なので、だいたいアランウェイトくらいなのかなと思って、それくらいの太さの糸で編めるパターンを探してみました。で、これが結構迷ってるんですけど、プチニットさんのイングリッドセーターかチェスナットドレスを編みたいなと思ったんですけど、2つともゲージが若干、細めの20目なので、ちょっと厳しいかなと悩んでるところなんですけど、特にイングリッドセーターはこの糸で編んだらすごい素敵になるんじゃないかなと思っていて、どうにかゲージを合わせて編みたいなと思ってるんですよね。で、イングリッドセーターの指定のゲージは、20名ではあるんですけど、模様編みでのゲージなので、もしかしたらこれもメリヤス編みじゃなくてパターンの模様編みでゲージを取ったら、もしかしたらもうちょっと20名に近づけるんじゃないかなと思っているので、なんとか合わせられたらイングリッドセーターを編みたいなと思っています。はい。ということで今回は丸安夏市に行ってきて、その購入品紹介をメインにお話ししました。もしこの動画を見て、丸安夏市、もしくは冬市行ってみたいなと思った方は、丸安ケイトさんのウェブサイトに開催情報載っているので、ぜひチェックしてみてください。例年通りだと、半年後の12月頃くらいに冬市が開催されると思います。それでは今日はこの辺りでおしまいにしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。